Hello， 大家，在对死党的同居要求说好之前，第11集，这一集到底算是第11集还是番外篇呢？上一集结尾那个倒数计时，怎么看都像是大结局了呀。我记得这部剧也是原定10集，怎么多出来变成一个第11集？而且上一集结尾的预告写的也是 After Story， 所以这应该严格意义上来讲算是番外篇啦。不过这也无所谓，不管是什么名头，我们现在就是要来看看小航和小凑两位同居后的甜蜜故事。俺と同棲した。你们现在做梦还会梦到那个时候的情景啊？小凑起床的时候手臂要麻掉了吧？看来没有麻掉哦。小航是不是已经醒了？你们换大一点的床啦，都同居了，干嘛？都住在一起多久了，还会害羞啊？おはよ你看小凑多自然，现在哦嗨哟也不用看你了，你要干嘛？どうした？一大早想从背后抱抱他，给他一个惊挨喜。拶をと思いました。我就知道，这才是他理想的状态。おはよう。小航，你做不出这种事情啊！你脸皮太薄了。歯が腫れる。我就说吧。なんだよ。今好きだと思ったから。刚刚才发现吗？ちょうだいって。垂れる。見えないよ。我没有办法接受这样子两个人一起盥洗，在这么狭小的空间，两个人互相打架。你们要不要坐着？ガッタ。あ、ちょっと待って。ミヤト。あ、待って。ごめん、行けなくて。仕事でしょ。帰りに家具見てこようかな。助かるわ。そろそろ決めないと引っ越し間に合わなくなりそうだし。本当は一部屋写真部屋にしたいんだよね。哦，对哦，都忘记了，你们要租另外一间房，现在只是临时同居，在这个小凑的租屋处。所以这一段故事是接在他们告白完之后，但是同居之前，也就是上一集中间的一段故事。ソファーいいやつ見つけた。いいけど、もうちょっとふかふかでも。ふかふか。でも、湊の好きな色だし雰囲気もいいし。いいじゃん。ありがとう、探してくれて。小航不太希望小凑什么事情都迁就自己的喜好哈，但小凑也不太希望小航勉強。家事の分担とかって前どうしてたっけ？気づいた方がやる。今回はちゃんとルール作ろう。ご飯は早く帰ってきた方が先に作るとか。無理はしなくていいと思う。洗濯物は交互に。気づいた時に回せばいいじゃん。それじゃ前と変わんないじゃん。小凑就觉得以前一样很好啊。喧嘩してもおはようとおやすみは言う。それはあり。行ってきますのチューをする。それは無理。なしなし。それやるなら代わりにヨーグルト1日1個までにする。行くね。行ってらっしゃい。哦，在大街上啊。好可愛哦。湊の好きな色だし雰囲気もいいし。いいじゃん。ありがとう、探してくれて。本来照理来说，小航说好应该就没关系，可是小航真的有点口是心非。哎呦，はい、これ。いいんですかこんなに。もちろん。今年ね、いっぱい取れたのよ。妈妈的性格跟小航一模一样。あの子さ、わかりやすく顔に出る割に肝心なこと言わないでしょ。大丈夫？还跟我讲的一样嘞。こんなちっちゃい時にさ、人参食べてね、明らかにうわーって顔したの。美味しいって言うわけ。哎呦すっごいまずそうな顔したまんまで。多分ね、私が人参好きなのを知ってたからじゃないかな。変に気使っちゃう子なんだよね。もしもし、わたるくんですか？こちら本音回収センターです。お母さんには内緒にしますので、
あなたの本音を聞かせてください。小航年纪那么大了，还会吃这一套吗？まあでもその可愛いとこがさ、逆に湊くんの負担になるんじゃないかと思ってね。渡といると何でもないことでも楽しいし、楽です。俺には言いたいこと全部言ってほしい。小航找到了个好伴侣，当然幸福啊！散歩してたら見つけたの。可愛くない？湊くんと渡にと思ってさ。うわ、すっごい数。渡とお揃いでつけてってみんながくれたやつです。大家送你们的成对吊饰哦，所以大家其实真的都知道你们两个一对了。那大带好多胡萝卜哦，どうした？也不知道小航现在吃不吃胡萝卜。こちら本音回収センターです。母さんからなんか聞いたな。小航觉得丢脸。日常に不安や不満はありませんか？哎呦，真的要松口了。強いて言うなら、今日の朝は湊より早く起きるつもりでした。起きてすぐにコーヒーの匂いがするの好きだから、湊が起きる前にコーヒー入れようって思って寝たのに失敗した。明日はゆっくり起きるよう伝えます。ハグしてくれんのとかも嬉しい。だから俺もって思うのにうまくできない。あと引っ越しのこととかも、俺理想ばっか言って家具探したりとか湊に任せっぱなしだったなって。他觉得这都是小臭在做，结果他不好意思提意见。一緒に家具屋さんに行って座り心地がいいやつを湊と一緒に選べたら嬉しいです。きっとこの先喧嘩したり本音を言えなかったりすることがあると思う。その時はまたこうやって話そう。就像那一大袋红萝卜，两个人会一起慢慢吃掉的。じゃあまた家で。渡る。小臭，你刚刚没有听到吗？哎呦！ただいま。又在害羞了。哦，原来上一集结尾就是这一幕，两个人提着沉重的行囊一起往前走。ぬか漬けも作りたい。人参とか。あ、嫌いか。子供の頃の話それ。最后的花絮。なるほど。现场还有摄影师指导。啊，连这个都是演员亲手写的。这段花絮也好像两个人的恋爱日记哦。啊，你们从那个时候就在练习摄影了，这还是剧本围读会的时候。リアルカメラマンしてくれる。哦，海边冷的要命哦，他要穿那么大的外套。小航这么高啊！クランクアップでございます。辛苦了，很棒很棒。哎呀，两位演员戏外是好朋友，这个拥抱果然不太一样。哎呀，哦，小臭自己好端正哦，两个人嘴里含着东西讲话，在餐桌上面这样子轻松的聊天，就是彼此亲密无间的最好的证明哈。在餐桌上也不需要遵守什么多余的礼仪了，就是跟自己最舒服的人在一起。这一次是真的完结了呀，最后的最后也结束了。
而且这个番外篇很好看，我觉得没有让我失望，幸好我有坚持把这一集给看完了，超甜的。而且我觉得这一段剧情很重要，甚至我觉得比正片里面小航在那边纠结我跟小凑到底是挚友还是恋人的那一段剧情都更重要。两个人在一起难免有冲突，难免有吵架，甚至这一集其实两个人都还是甜甜蜜蜜的一起过生活，但就是沟通有那么一点点的不顺畅。小航就这一点点的情绪，还是被小凑敏锐的捕捉出来，然后也很认真的面对他，甚至还请教了小航的妈妈，两个人一起用一通电话把他好好的摆平，然后就回归甜蜜日常啦。人一辈子能够找到这样子一个这么契合的另一半，此生无憾了吧，多么幸福啊！生活就是提着一大袋蔬菜一起前进，两个人一起一口一口把所有的胡萝卜都吃掉，所有路上遇到的困难都给跨过去。这就是幸福哈！行了，这一集就看到这边吧。谢谢这个番外篇，又给这部剧画上一个更圆满的句号。我们有缘再见，拜拜。